ブルーラグ幡ヶ谷店の海星です。ラチです。今日はなんと鹿児島ここ鹿児島に来てまして、ちょっと前に1月に僕と大地さんで2人でライドに行ったんですけど、その時に一緒に今からちょっとご紹介する方も一緒にライドに行ったりとか、鹿児島来るたびに結構お世話になってたりとかして、自転車もすごいかっこいいので、ちょっと突撃バイクチェックを今日はやっていきたいと思います。コーヒーショップのロックポイントコーヒーさんにお邪魔してるんで、今日はこちらにお邪魔したいと思います。お邪魔します。こんにちは。お邪魔します。お久しぶりです。お久しぶりです。1月ぶりで。あ、そうですね。ロックポイントコーヒーさんの岩崎さんです。ロックポイントコーヒーの岩崎と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コーヒー屋さんですもんね。そうですね。コーヒーショップです。はい。で、また自転車も乗ってるということなんで。はい、わかりました。後ほどちょっとバイクチェックをさせてもらったら。チェックしてください。入った途端に結構ちょこちょこ自転車のパーツ、自転車に関わるもの置いてくれてたりで。そうですね。自転車好きなので結構乗っております。そうですよね。はい。コーヒーのこういう仕事を始めるきっかけももともとは自転車ですね。はい。ラファのきっかけで、そうですね。ちょっとロードバイクに乗ってこの近くの山を走ってたんです。今も走りますけど、で写真を撮ってとか好きなのでしてたら、そのラファの方と当時のラファジャパンの方とちょっとお付き合いがあって、プレステージに出たり、イベントでラファキャラバンという各地を回るイベントで僕らがルートを引いてみんなでライドをする、でコーヒーを飲むっていうようなのがあって、でそのコーヒーもそういうこういう道具を初めて知って、キングさん、クリス・キングのこれエスプレッソのそうです、タンパーギュッて置く、こういうのを初めてすごい面白いな、なかなかないですよね、こういうのですね。僕もこっちの水色のやつはずっと見たことあったんですけど、これもキング、そうですね、クリス・キングのやつなんですけど、ラファのこの刻印入ってて、それ本当初めて。なんか最初はそういう道具なんだなぐらいだったんですけど、後でこれがあれかと気づいたので、慌てて探して某フリマサイトでゲットして、これとかもこれ分かる？これカンパのやつですね。そうですね。ワインコルク、そうですね。オープナー、もともとねオープナー作る会社だったみたいですね。で自転車もどうみたいな始まりだったように聞いてます。この場所、大体多分結構見てる人は県外の人が多いかもしれないですけど、ざっくりどの辺りにあるかっていうのを教えてもらいたいです。鹿児島市の南部です。南部、もう南の方ですね。中心地からは3、40分の場所にあります。もう鹿児島の路面電車の終点がそこすぐ近くなので、そういう場所でおじいちゃんおばあちゃんが下町ですかね。最寄り駅で言ったら笹抜きって言うんですか？笹抜き。電停日本刀の名前で、昔この裏の方で刀鍛冶さんが作ってて、その方の名前が笹抜きという名前らしいです。でも意外と前チャリでブルーラグ鹿児島店からここまでチャリで来たんですけど、そんなに時間かかんなかったですよね。8キロぐらいか？そうですよね。そうですね。距離にして8キロで。近いから。多分お二人だったらもう30分意外とぐらいだったですね。分かりやすい道で。結構近いんで。ブルーラグ鹿児島。自転車乗る方だったらもうサイクリング圏内ですね。駐車場もありますもんね、ここ。1台裏にありますし、あとはコインパーキングをぜひ使っていただけると助かります。お店の中の方まで見させてもらえますか？
ポスターとかもめちゃくちゃかっこいいジェフさんのやつがあったりとか。これ全部岩崎さんがもう趣味でっていうか、そうですね、好きで集めててみたいな。もともと古着を買い付けたり、雑貨を買い付けたりする仕事をしていたので、物は好きなので、こういうですね、音楽とかのカルチャーは昔からいろいろ好きですね。はい。内装も全部岩崎さんやってるんでしたっけ？大工さんとマンツーマンで補助的なことでやって、移転したんですよ。そうですね。ほぼ隣から移ってきました。はい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 。去年ちょうど今半年ぐらいですね。多分ちょうど僕も去年鹿児島店来て、初めてじゃない2回目来て、でここは6ポイント初めてだったんですけど、その時ちょうどコーヒーのライドがあるタイミングで、そうですね。一緒にあぜみさんと来て、そううわってなって、僕その時に一番覚えてるのはこの入り口入って、すぐにこのライトウェイトのいいですか、ハンガー。そう、このね、ハンガーがあって、うわってなもうずっとブランドは知ってたけど、ほぼ見ることのない。おそらくそのホイールを何分割かしてそうですたでしょうね。そうドイツのハンドメイドカーボンホイールブランドですね。めちゃくちゃ高級な、もうプロの選手とかも自腹で買ってロゴ消して使うぐらい性能いい。それが目に入って、うわ、いいっぽいぞってなって普段多分誰も気づかないめちゃくちゃ個人的にテンション上がって、ではバイクチェックいきますか。まず2台あるんですけど、1台目のエンドポイントの、こちらの自転車をちょっといろいろ聞かせていただけたらなと思うんですけど、これっていつぐらいにゲットしたというか。去年です。移転するタイミングに同時にご縁があって。そうですね。なかなか見る機会もないですよね。ハンドメイドですね。一応そうですね。僕も初めてブランドは知って、そうでもここにちゃんとメイドイン USA 入ってて。東海岸のあっちの方のやつ。バーモント州ですよね。はい。そうですね。で結構これでグラベル行ったりとかもしますし、ちょっと長い距離走ったりっていう。チェーンステイのところにモデル名が入ってるんですよ。コーヒーグラインダーと言います。そうだ。はい。このモデル名もめっちゃいいですよね。まさにもうなんかこうわしゃわしゃ走ってここにバーって散ったのがコーヒーを引いた感じのあれかなって勝手に思ってます。確かに分かりやすい。それが由来になって。だから綺麗に乗ってちゃ自転車が成立しない。なるほどなるほど。じゃもうガシガシ乗って。そうですね。結構乗ってるイメージですもんね。確かに。この自転車年末年始でしたっけ？1月の。一緒に行った時も乗りました。これとその前にも200キロぐらい走らなかったですか？はい、そうだ。実家が宮崎なので帰省のそれすごいですよね。全部フル自走で宮崎まで。この自転車全然走りますよ。そういう長距離も疲れないので。700C で太さは38ですね。選べるランパーと割とスリックめで舗装路は抜群の。リッチーの。そうです。これとかも。はい。かっこいい。シンプルスタイリッシュ。なんかこだわりのポイント、お気に入りポイントみたいなのがあるんですか？色だったり、あとはちょっと控えめなデザインとか、あとはあぜみさんが組んだこのほぼお任せのかっこよくできてるなと思います。
あずみさんチョイスのさすパーツ。があずみさんですね。安心と信頼。安心と信頼。安心と信頼実はね、実は横にいてる。来ました。そうですね。ありがとうございます。で、この辺とかも個人的にめちゃくちゃいいなっていう、ね、DIY。マウントがなくなったので、ビニテをあずみさんにお借りして、はい。結構ねしっかり止まってるのがね。ちょっと遊びもあるので、はい、ガチガチ。ちょっといいと思います。はい。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。で、実はもう一台ちょっとバイクチェックさせていただきたい。通勤車は2号ですね。あっちが1号です。なるほど。はい。じゃあ2台目のガラッとね。そうですね。ガラッと変わった。これもうまず見ての通りめちゃくちゃかっこいい一台になってると思うんですけど、これはどういう経緯で？そうですね。もともとこのスペシャのマウンテンバイク、フルサスバイクなんですけど、20歳ぐらいの時ですね、結構昔なんですけど、ものすごくマウンテンバイクが流行った時があって、美容師さんとかショップスタッフさんとか結構こぞって乗ってたんですけど、私もその流行りに乗って買ったんですね。で、まあ普段その足代わりというか移動手段で使ってたんですけど、もう当時鹿児島に来たばっかりで、ね、せっかく周りに自然がたくさんあるので、知人が連れて行ってくれて、そのダウンヒルとかを経験して、楽しいなと、思って、でしばらくは乗らずにフレームだけにしといたんですね。はい。で私がもうすぐお店がちょうど5年になるんですけど、その開業する時に通勤用でなんか自転車をと考えてたんですけど、でこのフレームがあって、でちょうどこのクラストさんのクラスのクライズデールのカード存在をね、知っちゃって、であずみさんに相談したら、あるよあるよでまたお任せでお願いして、もうそうですね、当時のものっつったらこのマングースのペダルとかクランクもそうですよね。そうです。スペシャルのロゴ入って、それぐらいですけど、もお任せで。だからもうその昔乗ってたバイクをこういう風にやっぱり蘇らせて、そうですよね。そうですね。ちょっとその頃ブルーラグさんの紹介するあれでウェブでよく見てたので、なんかそのサーリーとかもあったんですけど、こういうオールドのマウンテンバイクも出てたので、もしかしたらいけるのかなと思って、まさにそのクラスのマットさんも本当にこういうちょっと古いバイクを蘇らせるために、やっぱこういうフォーク使ってほしいみたいなことを言ってたりとかするんで、まさに理想の形というかいう感じですごいいいかっこいい一台です、ね。なのでたまにその氷買って入れたり、牛乳を牛乳そうですよね。確かにこれもそれこそブルーラグ鹿児島店がオープンした初日の時にたまたま僕もお手伝いで行かせていただいたんですけど、その時につけさせていただいて、初めましてで、そうですね、その時にね、ミルククレートをつけさせていただいて、海星君すごいびっくりしてくれて、そうですね、鹿児島にこんな1台がと思ってびっくりしましたね。で海星君につけてもらってそのまま使わせてもらって、じゃあいつもはここに買い物とか。そうですね。あと朝出勤前に私娘が小さい娘がいるんですけど、その保育園の送り迎えにここにこう乗せて、ちょっと乗っちゃうと危ないので押して保育園の大五郎スタイルで。いいですね。子供は喜ぶので、そうですよね。行きたがるので、結構だからペットとかも乗せたりとかっていう人は結構お客さんにも聞かれます。そうですよね。まあここもすごい
お気に入りだとは思うんですけど、なんか他にもあったりしますか？なんか気に入ってるというか、これ当時買った時に、選手でライダーで、ショーン・パーマーっていう超有名な人がいたんです。で、僕はその人のなんか写真かビデオで見て、でこのスペシャに乗って、ダウンヒルをしているのを見て、あ、かっこいいなと思って、なんかメットにスレイヤーとかロゴが入ってて、こうタトゥーかっこいいなと思って、その憧れで買ったんですけど、そのすぐ後にショーン・パーマーがもうインテンスという別のメーカーに乗り換えたんで、ちょっとがっかりだったんですけど、でも気に入ってます。すごいかっこいいなと思って。903のハンドルですね、これ。にアウターシェルのハンドルバッグつけて。このバッグはもう兼用で、あっちとこっちとすごく脱着が簡単ですよね。そうですね。もうこれに助けられてますね。この開きで、ちょっとした小物も入って。ありがとうございます。ありがとうございます。何か岩崎さん、何かメッセージはありますか？鹿児島。で、一応岩崎さんとブルーライブ鹿児島の店長のあぜみさんが結構一緒にコーヒーアウトサイドとかも定期的というか不定期なんですけど、週末日曜日に天気のいい日にメンバー募って、そうですよね、コーヒーライドをやっております。あれすごいなんかいつもインスタとかで動画で見るんですけど、めちゃくちゃ楽しそうだな。楽しいですね。なんか桜島だったり、ちょっともうすぐ近くの行きつけの道がスポットみたいなね。そこでね、一緒に一回。そうですね。僕本当初めまして、もう全員初めましてかのライドを参加させてもらって、ちょうど福岡から鹿児島に着いた次の日、あずみさんに自転車借りて。そうですね。なんかそれも僕もいつかぜひお待ちしてください。圧倒的なロケーション。5月も予定しているので、はい、梅雨入り前にちょっともう一回乗っときたいなという。はい。実際鹿児島今がちょうどベストシーズン。乗るなら今乗った方がいいですね。はい。チャンス。ぜひ鹿児島に来た際はコーヒーアウトサイドもですけど、もちろんこのロックポイントコーヒーさんもぜひ来てくださいという。お願いします。なっちゃうのね。僕一個やっぱ気になったの、一個じゃないな、ライトウェイトに続いて、そう ILE のバッグ。ILE は昔から結構好きで、使わせてもらって、こういうバンドがついてるから、大きい荷物とか、段ボールとかもごそっと縛れてる、割と融通が利くので、こんな感じでもいいですし、うちはストーブ冬使ってたんですけど、ポリタンクの空っぽの状態のポリタンクだったらこうフックできるので、おかしな人です。本当むき出しの状態って言ったらあれですけど、このすごいバリを取って、そうですよね。へえ。気分リフレッシュ。あれ多分ガムのやつですよね。ガムの陳列棚で、昔の同じ文房具屋さんに置いてあったんで。ブルーベリーとか梅味とかある。で、お見せしている方とかのカードを書かせてもらってます。これ嬉しいですね。バンズのコラボさせてもらった時の。で、実際工具箱に今してます。本当ですか？やってます。お手本の使い方ですね。ペンチが入ってます。いやありがたいですね。こうして岩崎さんが普段使っているすごいいいアイテム。裾バンド。裾バンドなんですけど、これが半分遊びなんですけど、こうくくって、振ってドローを縛って、でコーヒーのカップを。という縮んでレザー
クラフトをやっている砂原さんという方がいて、アドベンチャーブックス&クラフトというブランドをしてるんですが、これかっこいい。結構仲良くさせてもらってるので、こういう気の利いたというかのを作ってくださる方がいて、商品化するかはわからないんですけど、すごく面白いですね。皮だからあれです。どんどん味がそうですね。使っていけば結構変わってきてますね。すごい。で足に馴染みもいいので、皮なので、はい。確かに結構使ってます。はい。っていう感じで今日突撃バイクチェックロックポイントコーヒーの岩崎さんのバイクチェックをさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。